皆さん、こんにちは。ペンギンジャパニーズです。今日は日本語の数字の読み方について勉強していきましょう。日本語の数字の読み方は、時間、日にち、ものの数え方で読み方が少し変わるものがあります。今回は基本の数字の読み方を勉強します。動画の最後に今回学習した数字の練習問題があるので、ぜひ最後まで見てくださいね。それではまず、1から10までの数字を見ていきましょう。1から10までゆっくりと一緒に読んでいきますよ。1、2、3、4、または4。これは2つの読み方があります。読み方としては4が多いです。4を使う読み方のときは、時間や日にち、ものの数え方の動画で紹介しますので、今ここで焦って覚える必要はありません。続いて、5、6、7、または7。これも2つの読み方があります。読み方としては7の方が多いです。7は1と間違えてしまうことが多いので、あえて7と読むときもあります。これも他の読み方の時に学習するので、そんな読み方があるんだな、ぐらいで大丈夫です。続いて、8、9または9。ここも2つの読み方があります。読み方は9の方が多いです。9という読み方も他の読み方の時に学習するので、これもそんな読み方があるのね、ぐらいで大丈夫です。そして最後に10です。はい、1から10まで読んできたので、次は10から次の数字も読んでいきましょう。これが11から20までの読み方です。順番に読んでいきますね。読み方のルールは簡単です。11なら10と1、12なら10と2で12。このように左から順番に読んでいけば大丈夫です。簡単ですよね。では、11、12、13、14または14、15、16、17または17、18、19または19、最後に20です。20まで来ました。では、ここから先はどう読んでいけばいいでしょうか。これも左から順番に読んでいけば大丈夫です。2と10で20、3と10で30です。10、20、30、40、50、60、70、80、90、100と読んでいきます。では、1の位にも数字が入るとどう読むでしょうか。こちらも練習していきましょう。数字は左から読むのが基本でしたよね。なので、上の数字は2と10と1なので21。下の数字は2と10と2なので22と読んでいきます。では、この3つの数字、上から順に読んでいってみましょう。一番上は4と10、そして8なので48。真ん中の数字は5と10、そして6なので56。一番下の数字は7と10、そして9なので79と
と読んでいきます。次はもっと大きいくらいの数字です。いきなりですが、これは何と読むかわかりますか？そうです。左から読んでいくのがルールです。なので、こちらは146と読んでいきます。ここで一つ読み方のルールがあります。100と1000の位の最初の1は発音しません。なので、これは100とは読まず100と読みます。こちらも120とは読みません。120と読んでいきます。では、こちらはどう読んでいくでしょうか？そうですね。左から読んでいきます。100と4と10、そして6なので146になります。では次はこちら。左から読んでいきますよ。3と100、そして5と10、そして7なので、そうです。357ではないのです。これは357と読みます。100の位には3つの読み方のルールがあります。それはこの3つ。300、600、800の3つです。これはもう暗記してしまいましょう。では、こちらは何と読むでしょうか？先ほどのルール思い出してくださいね。そうです。左から読んでいきます。6と100、そして4と10、そして9、さらに読み方のルールが重なってきます。そうすると649と読みます。大丈夫ですか？では、こちらは何と読むでしょう？こちらも左から読んでいきます。8と100、そして2と10、そして7、そしてルールが重なってきます。なので、827と読んでいきます。次は1000の位です。先ほどもお話ししました。100と1000の最初の1は発音しません。なので、1000も1千とは読みません。ただの1000です。なので、これも1600とは読みません。1600と読みます。では、こちらは何と読むでしょうか？これも左から読みます。2と1000なので2000です。こちらは何と読むでしょうか？はい。3と1000、そして6と100。100のルールがありましたよね。なので3600にはならないんです。そうです。1000の位にも読み方のルールがあります。3は3000になるので3600と読んでいくのです。このルール、1000の位では3000と8000の2つがあります。先ほどももう一度言い直しますと3600になります。これも2つしかないので暗記しちゃいましょう。では、こちらは何と読むでしょうか？こちらも左から読んでいきつつ、ルールを重ねていきます。8と1000、8と100、8000、そして800のルールがありましたので、8800と読んでいきます。では、少し数字を細かくしていきましょう。これは何と読むでしょうか？左から順番にルールを思い出しながら読んでみてください。そうです。2と1000、そして4と100、そして6と10、最後は8なので2468になります。読めましたか？
次は1万の位です。この1万の位では最初に1が来ても1と読んでいきます。2が来たら2万です。これは簡単ですよね。では、これは何と読むでしょうか。4と1万、そして5と1000なので4万5000と読んでいきます。さあ、いきなり細かい数字にしてみました。読めますか？頑張ってみましょう。左から順に読んでいきます。3と1万、そして2と1000、そして9と100、次は6と10、最後は4ですよね。なのでこれは32,964と読みます。ちょっと細かかったですね。では、ここからは練習問題に入ります。問題が出ますが、考える時間が足りない場合は、動画を一時停止して考えてくださいね。では、最初の問題です。この3つ、上から読んでいきましょう。読めましたか？正解は上から20、70、90でした。これはちょっと簡単だったかな？では次の問題。これも上から順に読んでいってみましょう。はい、答え合わせです。上から36、77、84、または84でも正解です。次は3桁の数字です。問題も増えました。上から順に読んでいってみましょう。読めましたか？答え合わせをします。上から140、365、621、877です。先ほどのルール思い出せましたか？ 300、600、800。ここで覚えていってしまいましょうね。次は1000の位の数字です。さあ、頑張りましょう。上から順に読んでいってください。読めましたか？上から順に答え合わせをしていきます。1200、2627、3333、8857でした。赤い数字のルールのところ、間違えないで読めましたか？これが読めるようになれたらもう完璧です。最後に1万の位の数字、これを読んで終わりにしましょう。読めましたか？これは13,863でした。これを間違えずに読める人はもう完璧。数字の読みの勉強ももうやらなくても大丈夫かもしれません。数字の読み方は慣れることが大事です。何回も口に出してみてください。この動画を何回も見て読み方を覚えていってくださいね。ここまでご視聴ありがとうございました。これからも時間や日にちなどの読み方の動画も上げていきます。よかったらそちらもぜひ見てくださいね。それでは、またね。